第5章海上海中戦力の損失。こんにちは、近藤機関です。前回までの動画ではロシア軍の地上戦力と航空戦力の損失について分析してきました。今回は第3部としてロシア海軍の海上海中戦力がどのような損失を受けたのかを考察していきます。よろしければチャンネル登録がまだの方はお願いします。本来は第3部に人員損失まとめも加えて完了する予定でしたが、作業の遅れで人員損失まとめが第4部になり4部編成になります。開戦当初、黒海はロシア海軍が制海権を握ると予想されていました。しかしその後の戦況は多くの専門家の予想とは異なる展開となりました。それでは本編です。ロシア海軍は開戦前、世界第2規模の海軍戦力を保有していました。黒海艦隊、北方艦隊、太平洋艦隊、バルト艦隊を中心に巡洋艦、駆逐艦、フリゲート艦、揚陸艦、潜水艦などを多数保有していました。しかしウクライナ海軍は開戦直後に主力艦艇の大半を失いながらも対艦ミサイル、無人艇、無人機を活用して黒海艦隊へ大きな損害を与えています。開戦前、多くの専門家はウクライナ海軍が短期間で壊滅し、ロシア海軍が黒海を完全に支配すると予想していました。実際、開戦初期にはロシア軍が黒海北西部を制圧し、オデーサ上陸作戦の可能性も指摘されていました。しかしその後の戦況は大きく変化します。ウクライナ軍はネプチューン対艦ミサイル、ストームシャドウ巡航ミサイル、ATACMS、各種無人艇や長距離無人機を投入し、黒海艦隊へ継続的な攻撃を行いました。その結果、ロシア海軍は黒海における活動範囲の縮小を余儀なくされています。まずは確認された損失から見ていきましょう。2026年6月14日時点でオリックスにより確認されたロシア海軍の損失は36隻です。内訳は撃破・沈没は25隻以上、損傷11隻です。艦艇の損害については航空機同様に確認しやすいため、オリックスの数字は実数とほぼ同じと推定していますが、実数が上回っている可能性もあります。艦艇は戦車や火砲と異なり、大型で追跡が容易です。また港湾や造船所への出入りも衛星写真などによって継続的に監視されています。ロシア海軍の損失で最も象徴的であり、最もロシア側に痛手だったのは黒海艦隊機関モスクワの撃沈でした。当時モスクワは黒海のウクライナとクリミアの間の海上で防空任務を主として行っており、実は防空の要でした。30メートル以上の高さに設置されたレーダーでいち早くクリミアに向かってくる目標を探知し、迎撃機を要請し誘導する警戒監視と管制まで行っていました。逆に攻撃部隊に対してもウクライナ側の擁撃機の状況を監視して管制していました。つまりモスクワの存在によりウクライナからのドローン攻撃、ヘルソン州上空の監視、時には艦対空ミサイルによる迎撃を行っていました。ウクライナ側のドローンも当時は大型でそれなりの価格の TB2 などが主でしたので、モスクワを排除しない限りヘルソン州やクリミアの偵察や攻撃ができない状態でした。排除を決めたウクライナ軍ですが、ウクライナ側はモスクワのレーダーシステムの性能を熟知しており、その欠陥を突く攻撃を行いました。艦首正面より少し右側方向の中空域にTB2 を発進させ威嚇飛行を行い、左側側面から対艦ミサイルを撃ち込む方法です。正面右側の TB2 をレーダーで追跡することで側面の監視が弱まることをウクライナ軍は知っていました。 TB2 で監視を釣っておいて左側面に死角ができた時、その方向からネプチューンを発射しています。結果モスクワは超低空で接近するネプチューンを発見もできず、近接防御システムによる迎撃は確認されず、もろに被弾しました。2022年4月13日の夜間です。その後曳航中に誘爆による浸水で14日に沈没しています。以降クリミアはウクライナ軍ドローンや特殊部隊などによる継続的な攻撃を受けることになります。次に主力艦艇の監視別の損失を見ていきましょう。潜水艦1隻、撃破ヒロ級潜水艦ロストフナドヌー。大型揚陸艦6隻、撃破5、損傷1。サラトフ、ノボチェルカスク、セザーレクニコフ、ミンスク、
オレネゴルスキー・ゴルニャクなど6隻です。コルベット3隻、撃破3、カラクールト級、アスコルド、ツィクロン、タランタル3級、イワノベツ。フリゲート1隻、損傷1、アドミラル・グリゴロービチ級、艦名不特定、損傷。ウクライナ軍の当初の目的は、黒海の防空システムを破壊することであり、その要となっているモスクワを巧妙な方法で撃破します。次に、大型揚陸艦を潰し、奇襲上陸や船舶での輸送、補給を妨害します。この段階から、水上ドローンによる攻撃が増え始めます。そして、ウクライナの都市に巡航ミサイルを撃ち込み、かつ制海権を得るために活動するコルベットやフリゲートを狙っています。水上ドローンは、港内へ侵入して、ロシア軍艦艇をさらに傷つけています。この結果2023年10月頃、ロシア黒海艦隊は、セバストポリからノボロシースクへ後退します。セバストポリの港から主力艦は全て出港し、小型の巡視艇や監視艇のみが残りました。黒海におけるウクライナ軍とロシア軍の海上戦闘は、当初は制海権をめぐる戦いではなく、ヘルソン州上空のロシアの航空優勢を打破する戦いでした。その後、真の制海権争いが始まりますが、ここからは主力兵器がドローンと精密誘導ミサイルになります。ロシア側は当初、水上を低速で進むウクライナの水上ドローンを発見できず被弾しました。つまり、全く想定しておらず、警戒もしていなかったわけです。その後は、水上からのドローン攻撃を警戒するようになりましたが、発見しても撃破できず、被弾します。これは、近距離の水上目標を対処する兵器がなく、艦上の水兵が迎撃しましたが、破壊できませんでした。このような形で、コルベット艦など3隻が被弾した後、ロシア艦艇はセバストポリ軍港から出られなくなります。その後は、港にいるところをミサイルに狙われることになります。このドローンによる攻撃は新しい攻撃パターンであり、今後は水上も水中も次々と開発されることは間違いありません。ロシア軍はこの新しい海の戦いにまだ対応できておらず、クリミア周辺の制海権を再獲得できる可能性は低いでしょう。この戦いは日本にとっても重要な教訓を示しています。日本も高性能の大型艦が多く、中国や北朝鮮の海軍艦艇では日本の護衛艦と直接対決すると勝率が低いことを自覚していますので、ドローンでの攻撃を企図するでしょう。日本の艦艇のレーダーの能力であれば、潜水艦のアンテナでも探知できるので、10km 程度の距離であれば水上ドローンも探知できる可能性があります。しかし問題なのは、レーダーを動かせない軍港近くの近海に潜まれた場合は危険です。敵の水上ドローンは出港する艦艇を狙って海岸線近くで有力して待ち伏せする可能性が高いです。同様に水中型も港近くに潜伏して待ち伏せする可能性が高いです。したがって日本は艦艇が出入りする港とその周辺の警戒監視を強化する必要があるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はロシア海軍の海上・海中戦力の損失について分析しました。次回第4部では人員損失に焦点を当て、ロシア軍が失った兵士の実態について分析し、まとめを行います。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは次回もよろしくお願いいたします。